んにちは、コンサヤでーす。エクスペーション33のゲームオブザイヤー3級アップデートで追加された終わりなき塔のデュオリステを倒すことで1分で20個のルミナのカラーを手に入れることができるようになったので、その方法を共有したいと思って動画を作りました。サヤは、有名なルミナのカラー稼ぎの方法のクロマティックダンスズのクローンを倒し続けて多くのポイントを稼ぐ方法を知らないままクロマティックダンスズを倒してしまったので、アップデートが来るまではルノワールの下書きで少しずつ2個ずつかな稼ぐことしかできませんでした。でもアップデートによって効率よくポイントを稼げるようになったので皆さんにも共有します。参考になったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いします。そしてこの動画をぜひ SNS で共有してください。もし質問があれば気軽にコメントしてください。まず最初に流した動画を撮った時はこのように必要のないルミナをたくさん装備していたので、それを外して少ないルミナポイントで再現できることを確認しました。これは今は916ポイントも使ってしまってます。ですが、終わりなき塔のデュオリステはブレイクすることができないので、ブレイクに関連したものは必要ありません。そして、彼の攻撃パターンは慣れるのが非常に簡単なので、回復に関連したものも必要ありません。で、必要のないものを外した結果、必要なルミナポイントは578になりました。もしかしたらもっと減らせるかもしれません。わかりやすいように装備しているルミナを英語の名称でも見せたいと思います。こんな感じです。動画を一時停止して参考にしてください。このままだと説明するのが少し面倒になってしまうので、日本語に戻します。ごめんなさい。ポイントを稼ぐために、サヤはマエルを使いました。なぜかというと、アップデートで追加されたフェイントというルミナがマエルのバーニングキャンバスと非常に噛み合っているからです。これは、ふわふわ、つまり、バーバパパバーバパパが付与されてる4ヒット目までは1ダメージしか出ませんけど、5ヒット目のダメージが6倍になります。で、マイルのバーニングキャンバスは5ヒットなので、最後のアタックでとっても高いダメージが出せるようになりました。さらに、同じくアップデートで追加されたグラディエントオーバーチャージというルミナをこの稼ぎ方の締めに使っています。オーバーチャージというとギュスターブのことを思い出しますね。ギュスターブはマイルの本当の家族だったと思ってます。グラディエントオーバーチャージのピクトスは、ベルソのスケッチ、DLC で追加された、無料 DLC で追加されたマップです。ベルソのスケッチの面倒な場所で手に入れることができるので、少し頑張って取りに行ってください。最初に訪れた時は見つけることができませんでした。で、このルミナはグラディエントチャージを3消費して、そのターン中のダメージを2倍にすることができます。強いですね。そして武器はエスキュームを使います。マイルの攻撃を強化する流れとして、可能な限りフリーエイムショットを打って、火傷を付与した後で、ラストチャンスを使ってから、チートのルミナで2回行動をして、バーニングキャンバスでとどめを刺す、というイメージになります。ラストチャンスを使うと、AP が最大になります。で、エスキュームは、ターン開始時に AP を消費するたびに、ダメージを 50% 上げてくれるので、マイルのラストチャンスと非常に相性がいいです。
おそらく、このエスキューモの仕様を利用すると、何度も何度もラストチャンスとエイムショットを使ってターンを経過するだけで、マエルはいくらでも高いダメージを出せるようになったかもしれません。ちょっと武器の説明文が曖昧なので、検証はしていないんですけど、エスキーモを使って非常に高いダメージ出せた人は、ぜひコメントで教えてください。で、今装備してるピクト数は特に意味がありません。デュオリステの攻撃パターンになれるまで死なないようにつけていたものがそのままになってます。少なくともアイギスの復活とセカンドチャンスは必要ありません。でも、チートはポイントを40も使うので装備している価値はあると思います。だからもっといいピクトスをあと2種類つけられると思います。自由に装備してください。要するに、デュオリステを1分で倒す流れはこうなります。まずマエルを必ず先制攻撃にします。で、可能な限りフリーエイムショットを打って、火傷をつけた後、ラストチャンスを使います。そして次のターンでバーニングキャンバスを使います。これで第1形態終わります。もしルーレットでダメージが半減してしまったら、すぐに戦闘をやり直してください。なぜなら、第1形態の方が、デュオリステの攻撃パターンが面倒で、戦闘が長引くからです。そして、実際に確認したんですけど、もし、火傷を一つもつけられなくても、倒すことができました。次に、第2形態です。同じことをやるだけなんですけど、一つだけ頑張ることがあります。デュオリステの第2形態は、チートのルミナを装備していても、1度目の攻撃の後は必ず割り込まれて彼のターンになってしまいます。でも、ここでパリーをすることによって、グラディエントチャージが3溜まるので、逆に嬉しい結果になります。そして、グラディエントオーバーチャージのルミナの効果で、グラディエントチャージを消費したバーニングキャンバスを使えば、戦闘は終わります。操作がスムーズにできるようになれば、だいたい1分、長くても1分30秒もかからないうちにデュオリステを倒すことができて、ルミナのカラーが20個手に入ります。これはアップデート後のエクスペーション33において、最も効率的なルミナのカラーの稼ぎ方になりました。どんな戦闘にも対応できるビルドを組むために、みんなのルミナポイントをこのぐらい稼ぎました。ルミナポイントは999が最大だと思ってたら、なんと1000ポイントを超えることができました。楽しすぎてやりすぎました。はい、最後にデュオリステの第2形態の攻撃のパリーのタイミングを皆さんも覚えられるように動画を流して終わります。パリーの音のタイミングを覚えてしまえばすぐ慣れることができると思います。ぜひ最後にグッドボタンを押してこの動画を共有してください。エクスペーション33はとっても素晴らしいゲームで、自分がプレイしたゲームの中でも殿堂入りを果たしました。さやはストーリーを始めてしばらくのうちはマエルに感情移入をしすぎてしまっていて、パーティーメンバーとしてバトルをさせることができませんでした。マエルは守るべき対象で、戦いには参加させたくないと思ったからです。でも、ストーリーのあるターニングポイントで、マエルの覚悟を知ることができて、マエルをバトルに出すようになりました。今ではこうやって、ルミナのカラーを稼ぐための重要キャラクターになってしまいました。ユスターブ、マエル、ルネ、シエル、ベルソ、モノコ、エスキエ。全員が魅力的で素敵なキャラクターです。それぞれに重要なバックボーンがあって、ストーリーに深みをもたらしてくれてると思っています。個人的には、
クレアが大好きです。クレアは誰よりも一番冷静に物事を見ていて、一人でやるべきことをやっているんですけれども、クレアについて私たちが得られる情報はゲーム内の中では限りなく少ないです。クレアについてもっと知りたいので、もしエクスペーション33がドラマや映画や小説になることがあれば、作家たちと戦っているクレアのストーリーが見たいです。あなたはエクスペーション33やキャラクターたちについてどう思いましたか？十分遊び尽くしてしまいましたが、とっても楽しくて面白かったです。よければぜひさやのゲームプレイアーカイブを見てくれると嬉しいです。再生リストを載せておきます。珍しく動画を作ったので、この動画が少しでも参考になれば幸いです。